タリアングレーハウンドのニアと暮らし始めて147週間が経ちました。毎日一緒に過ごす大切なニアですが、どうしてもお留守番をしてもらうことがあります。2026年7月28日16時27分、熊本で震度7という非常に大きな地震が発生しました。猛暑の中での被災は想像を超えるほどの困難だと思います。ニュースではあまり見かけませんが、お家で待つワンちゃんの安全がとても気になりました。もしニアが一人でお留守番をしている時に大地震が起きたら、そう想像するだけで本当に不安で胸が締め付けられます。我が家ではお留守番中は必ずケージに入ってもらっています。落下物からニアを守り、簡易給水器でいつでもお水が飲める状態になっているので、家の中では一番安全な場所だと思います。でも本当にこれだけでニアの命を守れるのでしょうか。そこで AI にも相談してさらにできる対策を考えてみました。ニアのような骨の細い子はワニックでの骨折に注意が必要とのことで、ケージ自体が滑らないようしっかり固定すること、また静電を見据えて夏なら大理石マットなどのアナログな温度管理も欠かせないとのことでした。いろいろな対策がありますが、最低限ニアがどこにいるか分かることが飼い主にとって一番の安心につながると考えました。まずはエアタグを入れた首輪を早急に用意しようと考えました。そうすれば電池と電波が続く限りはニアの位置が把握できるので、飼い主自身がワニックにならないためにも必要だと思います。もしもお出かけ先で大きな地震に遭ってしまったら、ニアが今どこにいてどんな景色を見ているのか、離れてしまった時のことを考えると不安ばかりが募ってしまいます。そこでニア目線の世界がわかる小型のウェアラブルカメラについて調べてみました。今利用している GoPro のカメラはアクションカメラとして非常に優秀ですが、ニアのような細身のワンちゃんには少し大きくて重く、ニアのハーネスにつけるとニアが歩きづらそうにしていたので、ニアの目線カメラでの利用は見送っていました。でも最近はすごく軽くて性能が良い製品がどんどん登場しています。例えばインスタさんの配る Go3S のような小型カメラなら、ニアのハーネスにつけてもニアの負担になりません。普段のお散歩やお出かけの風景をニアの目線でリアルに記録できるのはワクワクします。さらにFind My を利用するとネットワーク連携でカメラの位置情報を把握することもできるので、旅先でニアとはぐれたりしてしまった時にも創作アイテムに早変わりすることもできます。日常の思い出作りと防災対策が一つで同時に叶う、とても素敵なアイテムだなと感じました。ただ我が家の財務大臣が承認するかは別の話なので、エアタグとの違いを踏まえて正しく倫理を通さないといけません。このハードルが一番高いです。もし被災してニアとお外でお散歩ができなくなったら、退屈な時間を過ごすニアのストレスをどう発散させるのが良いか考えてみました。避難生活で一番怖いのはストレスが引き起こす二次的な病気です。運動不足を解消しつつ心を癒す方法を見つけてあげたいです。そこで注目したのがおもちゃを使った遊びの力です。
最近の研究でワンちゃんの驚くべき能力が分かってきました。ニアたちはおもちゃの形を丸暗記しているわけではありません。これは引っ張って遊ぶものといった機能と結びつけているようです。人間の赤ちゃんが言葉を覚えるのと似た高度な脳の使い方です。だからこそ遊び慣れたおもちゃを備えておくことがとても大切です。お気に入りのおもちゃがあれば狭い場所でも楽しく遊べます。これで遊べるという期待感がニアのストレスを和らげます。地震や台風、そして最近の災害級の暑さなど備えは常に必要です。日常的な循環備蓄をしながら避難生活によるストレスを緩和するグッズや方法も準備をすべきだと思いました。本当は災害のない平穏な日々が続くことが何よりの願いです。今後もこういう雰囲気で動画を作っていきますので、また見てもいいかなと少しでも思ってくれたら、ぜひチャンネル登録と高評価で応援してくれると嬉しいです。そして感想をコメントで教えてくれると助かります。